こんにちは、みどりです。ニュージーランドより発信しています。このチャンネルでは日常の困難を乗り越え、心穏やかな生活を目指す知恵を共有します。今回も心に響く話を短くお届けしようと思います。今回はこの思考癖が自分の人生を生きづらくしていたという話をしてみます。自分がどんな思考癖を持つかによって人生が生きづらくなったり楽になったりするという話です。良くない思考癖があれば現実が歪んで見えてきます。それにより生きることがしんどくなってしまうこともしばしばあるからです。今回の話は私自身が過去にしていた望ましくない思考癖についてお話しします。まず最初に0-100思考、別名二分思考と呼ばれるものです。物事を判断する際に0か100のどちらかしかないという考え方です。これをしていれば辛いと感じることも頻繁に起きます。例えば試験で不合格になった場合です。それまで一生懸命頑張ってきたのなら誰もががっかりすることでしょう。しかし0-100思考をしていれば絶望の淵まで落ちてしまいます。仮に80点が合格ラインで自分の点数が79点だとしても合格以外は0点と同じだとみなして気分が落ち込み塞ぎ込んでしまいます。こうなったら今までの気力も失って力が抜けて何もできなくなってしまうんです。逆に80点でギリギリで合格できた場合には、有頂天になって喜んで、100点を得たような気分になり、とてもはしゃいでしまいます。でもよく考えたら、これってかなり変ではないでしょうか。たった1点の差で天国に行ったり、地獄に落ちたりです。これが0-100思考の典型です。0か100しかないという考え方です。本当は不合格になっても、失敗してしまっても、それまで自分がやったことの中には、良かった点や素晴らしい点も含まれているはずです。一生懸命やったのなら、その中でいろいろ学んで、自分を向上させた面もあるはずです。合格できなかったにしても、今までの努力は意味のないものではないし、無駄になったわけでもありません。将来意外な場面で昔学んだことが役に立つことも大いにあるからです。逆に合格したり成功しても自分がやったすべてが完璧だったというわけでもありません。この世の中で起きることは成功か失敗か、合格か不合格か、善か悪か、正しいか間違っているか、どちらか一方でしか判断しないのは適切でない場合が多いです。それなのに0-100思考をしていれば極端な考え方にはまりやすく、良い時には必要以上に喜んで、悪い時には必要以上に悲しんでしまいます。0-100思考では物事が歪んで見えるようになり、実際の姿を捉えることも難しいです。それと同時に感情はポジティブ側にもネガティブ側にもドカーンと大きく揺れ動くので、自分がかなり疲れてしまいます。0-100思考では生きづらさがどんどん増していくだけです。私が以前していた望ましくない思考の2つ目は、物事を否定的に解釈することです。別名マイナス思考とも言われるものです。同じ出来事を経験しても、人によって解釈の仕方がだいぶ違います。その結果、出来事に対する感じ方も随分異なるものになります。私の場合は何が起きてもネガティブに解釈する癖がありました。
例えば困った時、誰かが優しい言葉をかけてくれた場合、私のことを助けてくれようとしているのに、私は変な解釈をすることも多かったです。この人なんか企んでいるのではと他人を疑うことさえありました。人から褒めてもらえても、どうせお世辞に決まってるからと思って素直に喜べません。また自分にとって良いことがいくつか重なることがあれば、こんな良いことばかりで本当に大丈夫なのだろうか、もしかしたらこの後に不幸なことが起きるのでは、と喜ばしいことを喜ぶどころか、不安な気持ちになることまでありました。今になればわかりますが、私はかなり歪んだ解釈をして、否定的に偏った見方をして、自分を辛くさせていました。過去の私の良くない思考癖の3つ目は、べき思考です。何々するべきだという固定観念が強くて、それに縛られていた時期も長かったです。私の場合は、嫌なことがあってもニコニコと笑い、明るく振る舞うのが立派な人間だという思い込みがありました。そうできない自分は失格で立派ではなく悪い人間だ。そんな自分は情けないと自分を責める気持ちも強かったです。その他にも似たような不当な思い込みが私の中にはたくさんありました。例えば、女性は料理が上手にできるべきとか、子供ならば両親を敬い、尊敬するべきなどというものです。料理が苦手で美味しいものが作れない私は、自分は劣った主婦だと感じていました。両親のことが大嫌いで尊敬できない自分は、人間失格だと考えたこともあります。自分の中にこうあるべき、こうしないべきがいくつもあって、あるべき状態にいない自分、こうしないべきことをどうしてもしてしまう自分がいて、そんな自分を情けなく思い、自分責めをして不必要に苦しんでいました。でも、冷静になって考えれば、これらの固定観念は必ずしも正しくはありません。よく考えれば、ちょっと違うのではと思われるものもたくさんあります。子供の頃に親の影響を受けて、こうするのが正しいと自分にすり込んだ後には、疑うこともなく、その後ずっと正しいこととして当然のように信じています。でも、その当然と思われることが、本当は不当なことであり、その不当なことで自分自身を非難して、辛い状況に追い込んでいました。癖というのは怖いもので、意識せずに自然にやってしまうものです。自分の思考癖に気づかずに、それに基づいて物事を解釈したり、判断したりしているんです。思考癖が望ましくないものなら、歪んだ現実を見て人生を生きづらくしてしまうことも珍しくありません。それでも自分が今までしていた思考癖は適切ではなかったと気づければ、その後は自分自身を救うことも楽にできます。気づくことで、ちょっと違うんじゃないと自分に言ってあげられるからです。すると現実の見え方も今までとは少し違ってきます。一旦身についた癖は正そうとしてもなかなか手放せないものです。でもその都度自分で、ちょっと待って、今のは自分の悪い癖で歪んだものを見ているからそう感じるんだよ、と再度自分に気づかせてあげればいいです。そうしているうちに良くない癖も徐々に自分の中から消えていきます。そして身の回りで起きることに対しても全然違った見方が可能になります。そうすれば自分自身の感じ方も随分異なるものになります。
もしあなたが人生生きづらいなと感じることが多かったら、自分はどんな思考をしているのか、自分から少し身を引いて離れた位置から自分自身を見つめるといいです。そういう考え方をしていたから辛くなってしまったのね、と理解できることでしょう。どんな思考癖があるかにより、人生辛くなったり楽になったりするものです。これを機会に自分の思考癖がどんなものか気づくチャンスにしてみるといいです。ということで今回はこの思考癖が自分の人生を生きづらくしていたということをお話ししてみました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。次回も役立つ情報をお届けする予定です。応援いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ニュージーランド在住のみどりでした。それではまた次回まで。